皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？季節の変わり目ですが、体調は崩してないですか？はい。今日は、日本人の SNS で最近、よく見るワードについてね、お話をしたいなと思います。はい。そのワードっていうのが、平成一桁ガチババア。皆さんにはね、ちょっと一瞬だとね、理解しづらいかもしれない言葉だなとは思うんですけど、このフレーズをね、よく最近 SNS で見かけるんですね。うん。で、私はそれを見るたびに、なんか、この言い方にはトゲがあるなって、思って、あんまりいい気分にならないんですね。そういうお話を今日はしていこうかなと思います。かなり日本人気質な、フレーズなんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとね、解説をしていこうかなと思います。はい。特に1989年から2019年にかけて生まれた人、その中でも1989年から1997年に生まれた人、はい。そしてそれよりも前に生まれた人、そういう人はみんなこの話題に当てはまる人です。はい。ぜひ最後までお話を聞いてもらえたらいいなと思います。はい。今回話題にしていくフレーズは、平成一桁ガチババア。はい。どういう意味でしょうか？平成一桁ガチババア。はい。まず、平成と一桁とガチとババア。はい。どれもね、もしかしたら皆さんはどういう意味かわからないかもしれないので、一つずつ説明をしていきます。はい。まずは平成ですね。平成ってわかりますか？皆さん。平成っていうのは、年号のことです。日本で使われる年号のことですね。今は令和っていう年号を使っている時代です。はい。平成は令和の一つ前に使われていた年号です。時代としては1989年から2019年まで。この期間が基本的には平成でした。で、その期間に生まれている人は平成生まれと言われます。はい。で、その1989年に平成が始まる前、までは昭和っていう時代でした。はい。で、もちろんそれよりも前には大正があったりとか、もっと前になれば江戸時代とかもね、ありましたね。日本にはずっとね、そうやって年号があって、この年号が変わるのは、基本的には天皇が交代する時です。日本には昔から天皇がいます。で、その天皇が交代する時には年号が変わります。でもね、それだけではないですね。例えば、天災があったりとかね、政治的に大きな変化があったりとか、そういうタイミングで年号が変わることもあります。はい。で、話を戻すと、平成に生まれた人、1989年に生まれた人は、元年生まれって言います。平成元年生まれ。はい。で、その次の年、1990年に生まれた人は、平成2年生まれ。はい。そういうふうにね、呼びます。で、この平成一桁っていうのは、つまり1から9までですね。1桁っていうのは1から9までです。10になると2桁になります。つまり、平成1桁生まれの人をガチババアと呼んでいる。ガチっていうのは、これはスラングですね。本当にとか、すごくとか、スラングのマジっていう言葉に似ています。でもそれよりももっと最近できた、もっと若者が使うようなスラングがガチです。はい。で、次に、ババアですね。ババアっていうのは、年を取った女の人のことです。男の人だと、ジジイですね。ババアとジジイっていう風に言います。ただ、これかなり下品な言い方です。他にもね、もっと下品ではない言い方があって、女の人ならおばさんとか、男の人ならおじさんとか、そういうふうに言うことはできます。ただね、これって、年を取った女性とか、年を取った男性っていう意味なので、
使い方を間違えると、結局これもね、すごく失礼な言い方にはなるので、すごく注意をしなきゃいけないんですが、そのおじさんとかおばさんっていう言葉よりも、さらに下品な言い方、相手をバカにする気持ちがある言い方が、ババアとかジジイですね。うん。そういうね、4つの言葉を組み合わせたのが、平成一桁ガチババア。はい。いや、すごいですよね。うん。つまり、平成一桁生まれの女性のことを、年を取ったおばさん、うん、ババアって呼んでるわけです。うん。これはね、かなり汚い言葉だなとは思うんですが、これをね、どういう人たちが言っているかというと、基本的には自分がそれに当てはまる人。例えば、私は1994年生まれなので、平成6年生まれです。うん。つまり、平成の一桁生まれですよね。はい。だから、私みたいな人が自分のことを平成一桁ガチババア、はい、って呼んでいます。うん。つまり、自分のことをババアって呼ぶことで、自分自身のことをバカにしている。うん。そういうね、イメージかなというふうに思います。これね、もし、もっと年下の人が、こういうふうに平成一桁の人を呼んでいたら、まあ、かなり失礼かなと思いますね。うん。で、もちろんその人たちもいずれババアになるわけで。だからね、さすがに本当に若い人はそういう言い方はしてないと思うんですけど、うん。なので、私が SNS で見る人たちも、私と同じ年代の人、同年代の平成一桁の人が自分たちをガチババアと、うん、本物の年を取った女だと、うん、そういう風に言っているっていうことですね。はい。で、私はね、これを見たときに、すごく気分が悪い言い方だなと正直思いました。うん。これはなぜかというと、年を取っている女性のことをババアって呼ぶことによって、年を取ることは悪いことだって押し付けているように聞こえるなっていうふうに思ったんですよ。うん。自分がね、ババアって呼ばれたことに対して嫌だと思う気持ちがないとは言えないです。うん。多分それもありますが、でもそこじゃないんですよね。うん。30代になると自分はやっぱりもうそんなに若くない。うん。20代前半だった時みたいに若さを強みだと思えない。うん。体にもね、やっぱりなんか不調がある日とかも多いし、うん。昔みたいにやっぱり夜更かしとか、オール、寝ないで一夜を過ごすことをオールって言うんですけど、オールをすることもできなくなりましたね。うん。体力が落ちました。って考えると、やっぱり自分は年を取ったババア、うん、っていうふうに自分自身を思うことはやっぱりあります。はい。じゃあね、なぜその呼び方が嫌だなって思ったかっていうと、この平成一桁に生まれた人を若いと思うか、年を取っていると思うかって人それぞれですよね。うん。で、しかも年を取っていることって悪いことじゃないですよね。若いことがいいことだって思っている人って多分若い人だけだと思うんですよ。やっぱり年をそれなりに重ねて経験を積んでいろんなことを知ってみて、うん、できることが増えてっていう風にちゃんと年を重ねていると、年を取ることって悪いことじゃないなってすごく思うと思うんです。うん。以前ね、そういうお話は別の動画でもしたんですけど、若かった頃には見えなかったもの、できなかったこと、うん、知らなかったこと、たくさんありますよね。うん。だけど、若い人はそれを知らないんですよね。世間では若いって何でもできて、未来は明るくて、いろんな人生を歩むことができる。うん。だから、いいことだ、すごいことだ、見た目的にも魅力的だって、うん、そういうふうに言われるから、若い人は、やっぱり自分が若いっていうだけで偉いような気持ちになる時があると思うんですね。うん。年を取った女性のことをババアって呼ぶのって、その年を取ることが悪いことだ、うん、っていう考え方を押し付けているように聞こえるんですよね。ね。
しかも、平成一桁の人をババアって呼んだら、当然、それよりも前に生まれた人は、もっとババアなわけですよ。うん。ね。なんかすごく若いことだけが正義なように聞こえますよね。同時にたくさんの人のことを否定している。うん。自分だけじゃなくて、同じように平成一桁生まれの女性、あるいはそれよりも前に生まれた女性のことをみんな悪いことのように否定している。うん。私はそれがすごくなんか嫌な気分になるなって思いました。どういうふうに言うかっていうのはすごく表現はね自由だと思うんですけど、なんていうかその年代の人をババアって呼ぶこと自体が年を重ねて成長した大人が使う言葉ではないように感じるんですよね。うん。若くて幼いからこそババアっていう言葉を使ってしまう。うん。そこに尊敬の気持ちとかっていうのがないから、ババアっていう言葉になってしまうんですよね。うん。で、そこに尊敬の気持ちがない理由は、幼いからなんじゃないかなっていうふうに私は思ってしまうんですよ。で、しかもやっぱり面白くはないですよね。自分自身のことをババアって呼んでいるっていうふうに思っているんだとね、思うんです。SNS の人たちは。うん。でも、なんかそれは人のこともバカにしてますよね。うん。それがね、私はなんかあんまりいいやり方だなって思わなかったんですよね。これ、一応ね、SNS のやり方としては間違っているわけじゃないと思います。うん。これは SNS のテクニックの一つなんですけど、自分と共通しているものがある人には、やっぱり共感しやすい。うん。だから、そういうものを出していけっていうふうに、一応 SNS では言われたりするんですね。うん。マーケティングの一種とも言えるかもしれないんですけど、例えば、平成の一桁の人をガチババアって呼べば、私も平成生まれだからガチババアなのそういうふうに言われるんだ。そうやってね、自分ごとに置き換えるから、この投稿気になるな。見てみようってなりますよね。うん。そうやって人の目を引きつけるワード。うん。だからこそ、多分、こうやって人の目について流行っているんだと思うんです。うん。私はね、なんかこの SNS のやり方は、なんかすごく好きじゃないんですよ。うん。なんか SNS で自分に注目を集めるためには何でも言っていいみたいな。うん、何でもやっていいみたいな。そういう考え方っていうのはすごく理性的じゃないなって思っちゃって、どうせやるんだったら人に楽しんでもらう、見て楽しいなって思ってもらう、うん、そういう SNS の活用をするのが私はいいなって思うんですね。うん。でもやっぱり今の SNS の時代って、一言目で人のことを引きつけるとか、うん、嫌な気持ちにさせて依存させるとか、焦る気持ちにさせてお金を払わせるとか、なんかそういうやり方がすごくね、流行っているというか、なんかそういうやり方もね、一つのマーケティングなんだと思いますが、私はね、なんか、すごく悲しいなって思いますね。人のことを嫌な気持ちにさせてまで得るものって何なんだろうって私は思っちゃうんですよね。うん。そのね、真剣になるほどの話題ではないレベルの例が、この平成一桁ガチババアですね。うん。こんなにね、真面目に話すような話題ではないんですけど、今回はね、皆さんに平成とか、ガチとか、ババアとか、そういう単語もね、お伝えできるかなと思って、面白い日本語かなと思って取り上げたんですけど、はい。皆さんにはね、ちょっと、こんな単語を使って自分をね、売ろうとする人がいるんだなって、面白いなっていう発見になっていたら嬉しいです。はい。ということでね、皆さんは平成一桁ガチババア、はい、こういう言い方についてどう思ったでしょうか？日本って結構何でも面白くできればそれが正解みたいな、そういうね、ところがあって、テレビを見ていると特にそうなんですけど、自虐っていうのは自分のことを悪く言う。自分を下にすることで相手を立てるとか。
そういうことをすることがある文化でもあるんですね。自分のことをババアって呼ぶっていうのも、自虐ネタの一つかなと思います。はい。ね、なんか、他の国ではこういうことをするんですかね。こういう単語とかって流行るんでしょうか。結構日本独特のワードチョイスというか、フレーズというか、言葉の選び方かななんて私は思いました。またね、こういう風な私が思う日本らしいちょっと変わったフレーズとかがあればお話をしようかなと思います。私のパトレオンでは、ポッドキャストの台本を読むことができます。ぜひよかったら使ってみてください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。こういう動画が面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントをお願いします。また別の動画でお会いしましょう。またねー。